本当に抜本的にお顔を変えていきたい。もう鏡を見てため息をつくのは嫌だという方は必ず最後まで見てください。そこからお顔が変わり始めます。皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。もう気になるほうれい線、シワたるみ、気になっていろいろ検索してみると、塗るだけでほうれい線がピーンみたいなね、クリームとか、あとむくみを取るマッサージとか、表情筋トレーニングとか、いろいろ出てきて悩みますよね。その反面、いや、もう自分で触るのは無駄。美容医療に任せなさいっていうお話とか、もう絶対に顔は触っちゃいけない、動かしちゃいけないっていうね、お話とか、結構真逆のことを言っていて、どうすればいいのって思う時ありますよね。そういういろいろな美容法とか考え方を見てきて、私が思うのは、もう顔を変えたいんだったら、自分で学んで自分でやる。もうね、これしかないと思ってます。特にその学ぶっていうところがすごい大事だと思ってるんですね。なので今日はなんでその学ぶの方が大事かっていうところを3つ大事なポイントをお伝えしていきたいと思います。まず結論からお話しすると、1つ目にその今のお悩みは今までの自分が作ってるっていうことなんですよ。2つ目に大きな原因は筋肉の使い方、そして癖。3つ目にそれは生きてる限り一生続くものなんですよ。この3つの理由から私は自分で学んで自分でやる。これが一番効果的で本質的だなというふうに思ってます。一つずつ見ていきましょう。一つ目の理由は今のお悩みっていうのは今までの自分が作ってるってことなんですよね。そういう話を聞くと、そんなことないですよって、今まで一生懸命スキンケアもしてきたし、マッサージとか顔ヨガもしてきたし、それでも頑張ってもこんだけ悩みが出ちゃうっていうのは、私のせいじゃなくて年齢のせいじゃないんですかって思いますよね。でも受け入れがたい事実かもしれないですが、そのお悩みはやっぱりね、自分が作ってるんですよ。その話を聞いてしょんぼりしちゃうんじゃなくって、解決策がね、もちろんありますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。同じように例えばシワがあったとしても、あの人は目元にすごくあるなとか、あの人は口元がすごくシワっぽいなとかっていう風に人によって場所が違ったりもしますよね。そのシワとかたるみが少ない、多いとかどこの場所にあるっていうのがまさにそれがその方が自分で作ってきたお顔の結果なんですよ。例えば今までお化粧品にすごくこだわっていて、お肌のお手入れを丁寧にしてきた方と、やっぱ全くしないでね、すごくスキンケアも日焼け止めもせずに紫外線をガンガン浴びれた方だと、お肌の状態って全く違うのは一目瞭然ですよね。あとリンパマッサージとかをね、丁寧にやってきた方っていうのはやっぱむくみがなくてスッキリしてるとか、今までこだわってやってきたことの結果っていうのが少なからずやっぱり今のお顔に出てますよね。なので今までやってきたことっていうのは全然無駄じゃないんですよ。それで今までいろいろと頑張ってきて今のお顔の結果になってると。で、そのお顔が自分の思った状態と違うのであれば、もしかしたら今までやってきたことっていうのは何か足りなかったり、何か間違えてるかもしれない。そういうふうにね、考えてほしいんですよ。逆にそのお顔が綺麗な状態で維持してる方っていうのは、今までこれかなと思ってやってきたことがたまたま合ってたのか、またはしっかりとね、勉強して、そして狙って結果を出そうと思ってやってきたのか、それはね、わからないですけど、でも結果的にはそのお悩みを解決するっていうことができてるんですよね。だったらどうすればいいのっていうね、声が聞こえてきそうですけど、大丈夫です。いい状態のお顔をキープしている方と同じように、誰でもちゃんと勉強していけば、自分のなりたいお顔を狙って作ることってできるんですよ。ほとんどの方がもう本当にね、すごくたくさん調べて勉強して、どうすればお顔変わるのかなって言って毎日ね、頑張ってると思うんですよ。ネットで情報を調べてみたりとか、雑誌で見てみたりとか、人に聞いてみたりとか、そういう情報からエステに通ってみたり、美顔器を何台も買ってみたり、スキンケアをどんどん変えてみたり、本当にね、涙ぐましい努力をしてると思うんですよ。でも、それでも良くならないっていうことは、それは何なのかってことなんですよね。それはさっきお話ししたように、今までやってきたことが、そのお顔のお悩みの解決策にはなってなかったっていうことなんですよ。ここからが2つ目のポイントなんですけど、じゃあ今のお顔のお悩み何でできてるのっていうと、ほとんどの方、ほぼ 100% お顔の筋肉の使い方なんですよ。それはほうれい線、口元のたるみ、目の下のたるみ、いろんなお悩みありますけど、ほとんどがもうその筋肉の使い方、つまりお顔の動かし方の癖ですね。これが今のお顔を作ってるんです。
例えば、意地悪ばあさんっていうね、漫画が昔ありましたけど、意地悪なね、人を描こうとするときにこの眉間のシワを描いてみたり、この口をこうへの字にしてみたりとかってあるじゃないですか。逆に優しそうなね、人を描こうとすると、こう目がにっこり三日月になっていて、口角が上がっていて、みたいな感じで、そのお顔の表情でね、意地悪とか優しいとかっていうのを表現できるじゃないですか。そういうこのお顔の表情一つ一つが、それがずっと積み重なって、年を70、80になった時にここにシワが刻まれたり、ここにたるみが刻まれたりしてくるわけですよね。例えば、1日2日ずっとお腹が痛かったとかね、ちょっと今日は機嫌が悪いぞとかって言って、こう眉間にシワが寄ってたり、口角が下がっていたら、それがね、じゃあいきなりこう眉間のシワ、口角の下がりになるかっていうと、そうではないですよね。やっぱり、毎日365日何年も積み重ねてきた習慣。例えば目の悪い人が常に眉間にシワを寄せちゃうとか、あとは食いしばりなんかもぐーっと常に食いしばってると、この後期が凝ってきて、そしてこれが前に出てきて、この口元のたるみとかほうれい線の原因になったりっていう風にしてくるんですよ。なのでそうやって意識的にか無意識的にか毎日積み重ねてるそのお顔の表情、それが今のお顔のお悩みを作ってるんですよ。私はその東京のアトリエというところで実際にお客様のお顔をね、マンツーマンで見させていただいて、お悩みの原因を特定して一緒に解決していくっていうね、レッスンをやってるんですけど、そこに来る方でほとんどの方がもうコロナの時にもうほうれい線、フェイスラインのたるみめちゃくちゃひどくなったって方が多いんですよ。でこれは本当に実証されていて、コロナの時にマスク生活が何年も続きましたよね。でそうするとマスクをしていることによって、まず一つ目にこのマスクが引っかかってるこの耳のところには側頭筋とか首の筋肉とかいろんな筋肉がつながっているので、そこがずーっとストレスがかかっている状態になって、ここからこうやって下げてきちゃったりします。プラスしてマスクをしていると、今ねこうやってお話をしている時に口角が上がってないとね、にっこり笑って話してるようには見えないので、比較的大きくね口を使うんですけど、マスクをしていると人から見えないので、そういうことをしなくてもいいんですよね。なので普通に 100% 動かしている時の 25%、4分の1までその口輪筋の動きが減っちゃうんですよ。ほとんどの方が口周りを動かさなくなってきちゃって、それによってこうやって口角がたるんできたりとか、頬が下がってきて、ほうれい線が深くなっちゃったり、口元のたるみ、フェイスラインのたるみができてきちゃう。そういう風にね、なっちゃったんですよ。これって体も同じですよね。例えば今までずっと運動していて引き締まった体をしていたのが、運動する習慣がなくなっちゃって、1年、2年、3年で経つうちにだんだんこの引き締まってた体がなんかスタイルが悪くなってきた、ぼやけてきたみたいな感じに、ね、なってくると思うんですよ。で、しかもその活発に今までね、軽く動けてたのが、しばらく運動しないでいると、ちょっと動くにもめんどくさくなったり、ちょっと疲れちゃったりしますよね。筋肉も思うように動かなくなっちゃう。逆に言うと、そういう状態でまた運動を再開してしばらくやっていると、また前のように動けるようになってくるし、スタイルも引き締まってきますよね。それも全くお顔も一緒。なので、その今までのお顔をたるませる使い方、これを変えていって、お顔を上げていく。ほうれい線がなくなっていくお顔の使い方に変えていくんです。その習慣を続けていくことによってお悩みが解決していくし、さらにいいことは、このお顔の正しい使い方を覚えていくと、その時だけではなくって、その先ずっとですね、たるみにくいお顔の習慣になっていくんですよね。今まで下がる習慣をしていたのが逆に上がる習慣になっていく。そうするといくつになっても綺麗な状態が維持できる。それが最初にお話しした同じ年齢なのに、たくさんシワたるみがある人とあんまりない人とか、あとは目元、口元とか人によってそのシワがある場所が違うっていうことの答えなんですよね。これがずっとお顔が綺麗な人の特徴なんですよ。お顔が若々しくて綺麗な方のね、表情とかを見ていると、やっぱり口角が上がっていたりとか、余計なところに力が入ってない方なんかがね、やっぱり多いと思います。なので一度やったからじゃあ終わりではなくって、今までの習慣が今のお顔を作っているように、これからの習慣がこれからのお顔を作っていくんですね。なのでずっとやり続けていく必要があるんです。今の話を聞いて、そんなに時間がかかるの？そんな勉強しなきゃいけないの？ずっとやらなきゃいけないの？だったらもう美容医療行ってボトックス打ってもらった方がいいんじゃないって思っちゃう方もいるかもしれないですよね。私も何も知らなかったらそういうふうに思っちゃうかもしれません。でもね、よく考えてみると、例えばボトックスを打って一時的にすごく綺麗になったとしても、そのお顔をたるませる、シワを寄せる癖が治らない限り、またボトックスの効果がなくなったら、そのお悩みっていうのは出てくるんですよね。
逆にそのボトックスを打っている期間、3ヶ月とか半年とか打てば打つほどですね、ずっと動かさない状態が続くので、逆に動かしている人よりももっともっとたるみやすくなってくるんですよ。それでまたやらなきゃって言ってボトックスなり糸リフトなりやっていって、結局それをずっと続けていくことになるんですよね。なので効果がなくなったらまたやってっていう風に続けていって、それを一生やっていくつもりですかっていうことなんですよ。さらにそのボトックスとかヒアルロン酸、糸リフトみたいな手軽な施術っていうのは、だんだんやっぱりたるみの度合いがひどくなってくると効かなくなってくるんですよね。なので今度はじゃあここを切って引っ張り上げましょうとかっていう風に、だんだん大掛かりな手術になっていきやすいんですよ。ただもうずっと美容医療に慣れてしまっている方っていうのは、それも当たり前になってきて麻痺してしまってやってしまう方も多いんですよね。そうすると無理やりに引っ張ってるから、だんだん元のお顔と変わってきてしまって、なんか周りから見るとすごくちょっとおかしいなって思うようなお顔になってっちゃう。そういう方はテレビでもよく見かけますよね。なので自分でやるの一生やるのめんどくさいな、嫌だなって思うかもしれないんですけど、でも何かしら美容医療なり自分でやるなりエステなり何かしらをずっと多分一生やらなきゃいけないんですよ。で、その中でじゃあ一番効果的で根本的に解決できて自然に綺麗になれるものって何かって言ったら、私は自分でやることだと思うんですね。と言っても、毎日30分とか1時間とかね、頑張ってお顔をやりましょうっていうわけではなくって、最初にお顔が今まで硬くなっちゃってたところを柔らかくして、そして正しく動かせるようになったら、基本的にはたるみにくいお顔になってるんですよ。例えば今日はね、目をすごく使ったから疲れてるな、ほぐしとこうとか、あとはなんかちょっと口が動かしにくくなってきたら、ちょっと口を柔らかくしてトレーニングをしておこうみたいな感じで、一回徹底的にお顔を柔らかくして動かしていく。それをやったら、いい状態に戻ってるわけですよね。良い状態が分かると逆に悪くなった状態が分かってくるので、だからずっと溜めてっちゃってお悩みが出てきちゃうその前に対処ができるから、いい状態をキープできるんですよね。しかもめちゃくちゃいいのが、一度そういう技術とか知識を身につけてしまえば、あとはただなんですよ。例えば美容医療は最初はボトックスとか糸リフトみたいな安くて手軽なね、ものが多いんですけど、でもやっぱり効果がなくなってくると、だんだんね、やっぱり高額な切って引っ張るとか、そういう治療になっていっちゃったりしますね。そうすると今度数千円とか数万円だったのが数百万円とかになってきちゃうってこともあるんですよね。でも知識は逆なんですよ。最初は学んで実践していくのに時間もかかるし、ちょっとはお金はかかるんですけど、でも一回それを身につけてしまったら、ずっとその後はただなんです。さらに皆さん一度や二度ね、経験はあると思うんですけど、例えばネットを見てたりとか雑誌を見てたりとかして、なんか人気のね、美顔器とかね、話題の化粧品みたいなのが出てると、なんかいいなと思ってちょっと買ってみようかなみたいな感じで買ってみることってありますよね。だけど、それで最初は使ってたんだけど、なかなか使わなくなっちゃったとか、なんか使ってみたんだけど、効果なかったなみたいなことってありませんか？私はね、この知識を得る前はめちゃくちゃありました。もうそれでね、何百万円も使ってたこともありました。でも今はもう化粧品も美顔器も全く買ってないんですよ。で、なんでかっていうと、例えば雑誌とかネットでね、いろいろ出てます。それを見たときに自分にとってこれが必要かどうかっていうのがわかるからなんですね。なので、お顔の知識を学んだメンバーさんとかは、この前ね、美容室に行って雑誌を読んでた時に、年間ランキングとか出るじゃないですか。で、そういうのを見て、今までは、これがいいのかな、あれがいいのかなって買い漁ってたんだけど、今回はね、全く一切興味がなかったし、買わなかったって言ってたんですね。今のお顔を変える知識を学んで、そして実践してお顔が綺麗になってるんですけど、もうその状態で満足してるし、かつ自分にとってこれは必要ないって判断ができたから、いらないって思えたっていう風にね、言ってくださってたんですよ。もうそれがね、本当に嬉しくて、まさにそれがやりたいことなんですよね。ここまでね、お話聞いてきていただいて、美容医療もね、ずっと続けるって無理だと思うし、なんか変な顔にもなりたくないし、で、雑誌とかネット見て美顔器ついつい買っちゃってね、もう立つかなのいっぱいあるんだよと。もうこの機会にこのループから抜け出したいってね、思ってる方多いと思うんですよ。大丈夫です。ちゃんとね、抜けられます。それはね、正しい知識を学んでいただければ、そういうことがね、なくなるんですよ。で、じゃあ何の知識を学べばいいのっていうと、例えばお顔の筋肉とか、その周りの筋肉のこととか、そのつながりですね。あとはお肌の仕組みとか、こういったことをね、学んでいただくのが大事かなと思います。ただ、学ぶだけじゃなくって、その知識をどう活かすかっていうのが大事で、それがこの技術なんですよね。じゃあどんな技術を学べばいいのっていうと、今までずっと動かさないで硬くなっちゃった筋肉を柔らかくしていくには、まずね、筋膜リリースが必要なんです。なので、その筋膜リリースをする方法を学んでいただいたり、あとは動きやすくなったらその正しい動かし方、それを覚えていただいたり、あとは
お顔を正しい位置に戻していくマッサージみたいなね、私たちはリモデリングって呼んでるんですけど、そういう技術もね、あるとすごくね、お顔が変わりやすくなります。これを正しい方法で安全にね、やっていただくと、本当にね、ちゃんとお顔が変わっていきます。筋膜リリースとか表情筋トレーニングとかって、ネットとか YouTube でもたくさんありますよね。そういうのを自力でね、一生懸命探して頑張るっていうのももちろん素晴らしいし、結果はね、ある程度出てくると思うんですけど、その情報がそもそも効果的なものなのかとか、信頼性があるものなのかっていうのもすごくね、疑問なものも結構あるんですよ。あとは合ってるんだけど、もうちょっとこういう風にやっていくともっと変わるんだよとか、実はそこじゃなくってもっと先にこっちをやった方がいいんだよっていうのもね、あったりします。なので私としてはちゃんとやっていただけばちゃんとお顔が変わっていく、正しいお顔を変える方法が短期間で身につけることができる整形検定っていうものをね、おすすめしてます。この整形検定っていうのは複数のジャンルの医師と共同開発をしていて、しかも18年間にわたって60万人以上のお顔を実際に変えてきたメソッドを集約したものなんですよ。複数のジャンルっていうのはさっきからお話ししている美容医療ももちろんですし、再生医療、皮膚の先生、自律神経、理学療法士、薬学博士、いろんなジャンルの先生が自分たちのその知見をもとに、ちゃんと皆さんが自分でお顔を変えていくのに必要な知識はこれ、技術はこれっていうのを一緒にね、開発してくれてるものなんですよ。そのメソッドっていうのはめちゃくちゃね、掘り起こすとたくさんあるんですけど、その一番大事なところをギュギュギュッと詰め込んだのがこの3ヶ月の整形検定っていうプログラムなんですね。実際に3ヶ月でね、お顔を変えた方、これだけで変わってるんですよ。すごいですよね。めちゃくちゃみんな変わってるんですよ。しかもその自分でお顔を変えてきた、その3ヶ月間に学んできた知識っていうのは一生ものだし、そして3ヶ月で変わっただけじゃなくって、これからもいい状態を維持できる。これがね、めちゃくちゃお得なポイントなんですよ。なのでこの整形検定を受けた方、本当にね、めちゃくちゃいい年したってね、おっしゃる方がすごい多いです。この整形検定の要素をより対面でマンツーマンで徹底的にやっているのが、私がね、東京でやっているアトリエというサロンなんですけど、この整形検定っていうのはオンラインでできるので、全国各地、東京に来れない方でもお顔の変え方を学べるし、あとはマンツーマンではないんですけど、ズームレッスンとかでね、1クラス10人ぐらい程度の少人数のクラスでセミパーソナルにね、しっかりとお伝えすることができるので、めちゃくちゃね、学びやすくって、そして身になっていくコンテンツになってます。この整形検定がいつもやってるわけではなくって、そうやってね、集合型で期間を決めてやっていくので、そのやれる時期っていうのは決まってるんですね。年に数回しかないんですけど、次のスタートが4月の1日なんですよ。なので、いい機会だからこの検定受けてみたいなとか、どんなものかもっと知りたいなっていう方は、この動画の概要欄に無料の整形検定体験会のリンクがありますので、そこからね、お申し込みください。この動画を4月以降に見た方でね、知りたかったっていう方もね、いるかもしれないですけど、年4、5回ぐらいね、定期的にやってるので、またいいタイミングでぜひチャレンジしていただければと思います。ぜひね、ただ闇雲に時間とお金だけを使うね、その場だけの美容から、やっぱりちゃんと学んだこととかやったことが蓄積されてって、そしてちゃんと結果が出る、貯金していける美容に、ぜひね、シフトしていただければと思います。そのお顔のことで悩まないってことが一番のもしかしたらね、成果、幸せかもしれないですね。なんでかっていうと、この整形検定を受けると、今あるお悩みっていうのがお悩みじゃなくなるんですよ。どういうことってね、思われるかもしれないですけど、自分でお顔を変えるってことを決めていただいたね、お客様がいて、鏡を見て、このほうれい線なんとかならないかな、目の下のたるみどうにかならないかな、なんてね、皆さん見てると思うんですよ。その方も同じように、ため息をついてた日々だったんですって。鏡を見て何してたかっていうと、別にね、何もしてないんですよ。もうただただ見てため息をついてるだけなんですよ。どうにかしたいんだけど、どうすればいいかもわからずに、ただね、ため息をつきながら鏡を見てるっていうその毎日だったんですよね。それを聞いて、なるほどって私はね、ほとんどの方がそうなんだなっていうふうに思ったんですよ。悩みっていうのを辞書で引くと、物事がうまく進まず、どうしてよいか迷い、あれこれ苦しむことっていうことなんですね。つまり、どうしていいかわからないこと、解決策がないことが迷いなんですよ。逆にどうすればいいかが分かっていたら、迷いではなくって課題になるんですよね。このどうすればいいか分からないっていうことと分かってること、これがね、めちゃくちゃ大きな違いだと思うんですよ。アトリエでもね、やっぱりレッスンをしていて、お顔のお悩みの原因が分かった瞬間から皆さんね、パッとお顔が明るくなるんですよ。で、さらにその原因の解決策を一緒にやって、お顔が実際に変わっていくと、もうね、すごい笑顔でね、ニコニコいろんなこと聞いてくれるんですよね。まさにそのニコニコ笑顔、自然な笑顔が正しいお顔の使い方なんですよ。
そう考えると、鏡を見て悩んでる瞬間、その瞬間もお顔を下げちゃうね、お顔の使い方になっちゃってるかもしれないですよね。そのレッスンの場でね、なるほど、これが私の課題だったんだって気づいて、それをお家に帰ってコツコツやってみる。で、実際にお顔が変わってくる。あ、これを続けてたらもっともっとお顔が変わるかもしれないって希望に満ちてくる。そうするともっと笑顔が溢れてくる。で、そうやってお顔がね、変わってくるんだと思います。なのでね、こういうお話を聞いて、皆さんもね、今まで鏡を見てため息をついてたところから、もしかしたら自分の顔変わるかもしれない。課題が分かったら変わるのかもしれないって、ちょっとワクワクしてきませんか？その時点でもうね、口角が上がって、ちょっとだけね、若返ってるかもしれません。なので、いろいろお話をしてきて、やっぱりちゃんとお顔のことを学んで、そして実践していく。それを正しい知識のもとにやっていくってことがめちゃくちゃ大事だっていうことをね、ずっとお話ししてきたんですけど、でも最終的にはやっぱりね、心だと思うんですよ。正しいプロセスで正しいことをやってたとしても、それが変わると思ってやってればやっぱり変わっていくし、いや、こんなことやってもな、なんてね、思いながらやってたらやっぱり変わっていかないんですよね。なのでね、今回のお話を聞いて、一度ね、じゃあ整形検定受けてみようかなとか、アトリエに行こうかなでもね、いいですけど、そうやってね、思っていただいたら、ぜひね、お顔が変わるかもしれないっていうね、期待をもとに、ぜひね、来ていただけると嬉しいなと思います。本当にね、ちゃんとやってもらえれば、本当ちゃんと顔変わるんですよ。やっぱりね、自分でやっていくので、骨格を削ることはね、もちろんできないので、誰かになるってことはないんですけど、でも、今の自分のお顔が一番好きって言えるようなお顔に、いくつからでもなっていけるんです。そのプロセスを通じて、お顔だけじゃなくって、自分の人生もね、前向きに変えていきたいな、なんて思う原動力も出てくるんですよ。なのでね、本当にお顔を変えるってことを学んでいただいた方って、実際に自分に自信がついて、そしてじゃあ今度はこういうことにチャレンジしてみようかな、なんていう風にね、人生がどんどん変わっていってる方もね、たくさんいらっしゃいます。もしかしたらね、それが一番お顔を変えることのメリットかもしれないですね。で、そういったお顔が変わって嬉しいっていうのもそうだし、人生が変わっていく、そういうね、いろんな喜びを実感してほしいなと思ってね、こういう発信を続けてるので、ぜひね、興味ある方は整形検定もね、受けてみていただきたいですし、あとはね、こういう発信をどんどんこれからもしていくので、チャンネル登録してね、次回の動画も楽しみに待ってていただければと思います。では、またね、次の動画でお会いしましょう。ではまた。